6月14日に BTS 公式 YouTube チャンネルで今後一定期間グループ活動だけでなくソロ活動にも力を入れていくと発表した BTS。6月10日にリリースしたアンソロジーアルバム「プルーフ」がグループとしての一区切りということで、リード曲「Yet to Come」に大きな注目が。今回はYet to Come の MV が歌謡年歌とつながっているとのことで、過去の MV と共に詳しく調査してみました。バタフライのジョングクのポーズに、スプリング・デイのメリーゴーランドと BTS を語る上で欠かすことができない歌謡年歌の要素がふんだんに盛り込まれており、アーミーとしては見逃せない MV に。Yet to Come はどんな曲？ Yet to Come はまだこれからという意味を指します。また、正式タイトルは Yet to Come The Most Beautiful Moment で、最も美しい時はまだこれからと解釈され、BTS のチャプター1の最後にふさわしい曲ということがわかりますよね。そうすると、BTS の大きなコンセプト、人生で最も美しい瞬間と意味される歌謡年歌が思い出され、Yet to Come と合わさることで、人生で最も美しい瞬間はまだ終わっていないと宣言しているように感じないでしょうか。Yet to Come は BTS の集大成のような楽曲で、過去、現在、未来をメンバーとアーミーが共に歩んできたというメッセージが込められています。世界的ヒットを飛ばし、K-POP アイドルとして偉業を成し遂げてきた今現在が BTS にとって歌謡年歌、人生で最も美しい瞬間かと思われますが、彼らは今回の Yet to Come でそれに対し疑問を問いかけている歌詞も、So was it honestly the best? あれは本当に最高の瞬間だったのかと、ジョングクのパートから始まる歌い出しは、まだ最高の瞬間はまだこれからだという彼らの決意を感じるとともに、グループとしてのチャプター2に期待を持たせてくれています。Yet to Come の MV は過去作のオマージュだった。Yet to Come の MV には過去作のオマージュがところどころに散りばめられており、見どころがたくさん。いろいろな考察はありますが、その中でも特にオマージュだとわかりやすいシーンをまとめてみました。バタフライ。冒頭にジョングクが手で輪を作り除くシーンは、バタフライの MV のシーンと全く一緒ですよね。6月8日に Yet to Come のティーザーが公開され、このジョングクのシーンで歌謡年歌だとアーミーたちは気づき、一気に期待が高まった瞬間でした。このことに気づき、もう一度ティーザーを見返してみると、メンバーたちが着ている衣装も歌謡年歌で着用していたものに似ているということが判明。もしかしてあの MV が原型になっているのではと、世界中のアーミーは考察を始めました。当時は幼さが残っていましたが、すっかり大人の顔つきに変わったジョングクの表情にも注目してみてください。スプリング・デイ。オマージュされていると一番わかりやすかったのがスプリング・デイで、You Never Walk Alone と書かれたメリーゴーランド前に佇むジョングクの姿にハッとさせられました。メリーゴーランドを見つめる姿、映す角度などもスプリング・デイそのもので、見覚えのあった方も多かったはず。さらに、ボーダーの衣装を着たジミンが砂漠を歩き、白い靴を見つけるシーンや、顔を覆う仕草も、まさにスプリング・デイを感じさせ、短いヘアースタイルも当時の髪型に寄せたのではと思わされました。この他にも、J-HOPE のソロパートシーンでの背後の列車や、ラストシーン間近のテテのカメラポーズ、そしてラストシーンでは、バスの座り位置までスプリング・デイにリンクされています。このことから、スプリング・デイのオマージュが今回の MV でより多く使われていることが分かりました。ファンが選ぶ BTS の好きな曲1位に選ばれるほど大人気のスプリング・デイはメンバーにとっても大切な曲なのでしょうね。Just One Day。バタフライのオマージュで
ジョングクが手で輪を作り除いた先にはメンバー7人の座っている姿が、その並び順が BTS のデビュー当時を彩った学校3部作時代のジャスト・ラン・デイの位置と同じだったのです。また、Yet to Come の MV は砂漠が舞台ですが、耳を澄ますと、このシーンには波音が、僕たちが一緒なら砂漠も海になるという言葉は、今までにコンサートのスローガンや写真集のサブタイトルなどにも多く使われてきており、アーミーにとっては馴染みがあります。初期のジャスト・ラン・デイをオマージュしたということは、今まで乗り越えてきた過去を振り返っているとも取れますよね。血、汗、涙。ジンが大きな黒の SUV に腰をかけ眺めている視線の先には、血、汗、涙に登場した羽が生えた彫刻が。血、汗、涙の MV で、この像には黒い羽が生えており悪魔という設定でしたが、今回は白に変わっていたので、これにも何かの意図を感じます。また、ジンが手を目隠ししているシーンがあるのですが、血、汗、涙の MV ではテがジンを目隠し、血、汗、涙では悪魔の誘惑にジンが乗ってしまうという考察はされていましたよね。そのことを加味し、今回の MV では立場が逆転したということで、ジンはテに明るい未来を見せたかったのではと、アーミーの間で憶測を呼んでいます。ラン。MV の中盤でメンバー全員歌っている場面で乗っている車は、ランでジンが運転していた黒の SUV 車です。メンバー全員で、バック、トゥー、ランと一斉にポーズをとっている姿は、ランの MV でバスタブに入っているシーンととても似ていますよね。さらに、この他にも、RM のソロパートでランで登場していたコンテナが映っていました。普通なら見過ごしてしまいそうなシーンでしたが、20219という数字が書かれており、ランの冒頭のシーンで RM が扉を開けているあの貨物列車のコンテナなのです。No More Dream。デビュー曲 No More Dream MV に登場した黄色いバスも登場。メンバー全員がバスに向かい走り出し、ラストシーンではスプリング・デイの MV で乗っていた列車での席順通りに座っているメンバーたち。お互い微笑み合ったりと、穏やかな彼らの表情が印象的でした。歌謡年歌シリーズの MV は、儚げで、どこか不安そうな表情を浮かべているシーンが多かったですが、今回の Yet to Come では、そのイメージが払拭され、これからの明るい未来を感じることができましたよね。Yet to Come の MV では、車、電車、バスと過去の MV で使用した乗り物が再登場することが多く、ラストシーンに No More Dream の黄色いバスを登場させたことは、まさしく彼らの原点回帰を象徴させていたのではないでしょうか。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は、新曲 Yet to Come の歌謡年歌とつながっていることを、過去の MV と共に検証しご紹介しました。まさに過去の MV のオマージュが盛りだくさんで見応えがあり、ファンのみならず多くの人に響くはずです。Yet to Come の MV は見れば見るほどこのシーンもリンクしているのではと新たな発見があるので、ぜひ探してみてくださいね。そして You and I Best Moment is to come。僕も君も最高の瞬間はこれからだという最後の歌詞の通り、これからも BTS メンバーの輝く瞬間を見届けましょう。